使いづらいんですよ。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカシノピーです。今回はこちら一年ケミカルズプレミビューのコンパウンドスピリー、こちらを使っていこうかなと思います。私1回使ったことありますけど動画にしていなかったなと思い今撮影をしております。パッと見ハイブリッドストロングなんですよね。けどここ上に書かれていますガラス撥水剤ではありません。何かと言いますと、劣化して見えづらいガラス撥水剤やギラギラ油膜汚れをダブルパワーで根こそぎ落とすガラスの油膜撥水剤を落とすものです。でそのダブルパワーってなんじゃいとここに記載されているんですよ。それがナノセラミックスとサブミクロンセラミックスというもので、油膜の除去作用と研磨作用を複合していると。油汚れを取る作用っていうのは研磨剤必要なかったりするんですよ。食器用洗剤とか油汚れを取ってくれるじゃないですか。あれに研磨剤入ってますかって言われたら入っていません。その油膜除去作用っていうのと物理的にこう擦る、ヤスリみたいなのをイメージしてもらえればいいんだけども、それを複合してより効果的に油膜だったりガラス撥水剤を根こそぎ落としますというものだと思います。多分一応ね絵が描いてあるんですよ。ナノセラミックスサブミクロンセラミックスなんじゃいそりゃっていう感じです。正直そんなん書いてあってもよく分かりませんよ。もうほんとね難しい言葉いっぱい書いてなんとか説得しようとしている感じがちょっとありますが、正直僕はこれ1回使って使いづらいなと思いました。その感覚が今でも確かなものなのか、やっぱり使いづらいなのか、いやそんなこともなかったなのか、実際に使ってみて皆さんにも僕が使いづらいなと思った部分とかをお伝えしていけたらいいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。でまずはちょっとこの車で試していきたいなと思っています。こっちに見えるエブリー、これガヤさんの、キャンプに使用してた車なんですが、鱗がすごいんですよ。今回のコンパウンドスピーディーはその鱗を落とせますよとは記載されていないんですが、落とせたら嬉しいなっていうのも正直あるので、実際にどうなのかっていうのを見て、この間水のかけ方で使用した車フロントガラスにカインズの撥水剤施工してあるので、撥水剤はどの程度落ちるのかっていうのを見ていきたいなと思います。そしたらまずこの車からいきますね。じゃあフロントガラスですね。まずどういう状態なのかちょっと水をかけてみます。じゃじゃーんと、こんな感じですね。向こう側は、撥水剤上の方ちょっと残ってる感じするんですよ。でこの辺は、撥水剤残ってないですね。ワイパーが稼働するところが浸水っぽく一番なっていて、上の方とかちょっと弾く感じがあるので油膜かなみたいな感じです。で反対側ですね。この辺は弾いてますね。ここは撥水剤がまだ残っていると。理由としてはワイパーが通った形が浸水状態になっているので、当たっていない部分はやっぱり撥水剤が残っているという形です。そしたらまず使用方法を確認していきます。1番、ガラス面の傷つき防止のため砂、泥、ほこりなどを水洗いし水分を完全に拭き取ってください。でガラス面に水分が残っていると十分な効果が得られないことがあります。で2番、先端のカバーキャップを回して外しフェルト面を出してください。で3番、液が飛び散らないようにフェルト面をガラスに密着させボトル部を押しながら液を適量出し、左の図のように縦と横で直線的にガラス面をこすってください。で4番、スポンジなどを使って清水で完全に洗い流してください。この時に水を弾く部分は撥水剤や油膜が完全に除去できていませんので、その部分だけ再度作業してくださいと。で水洗いが不十分な場合、乾いた後白く残ることがあります。窓枠とかは歯ブラシなので落としてくださいと。ここに今書いてあったんですが、乾いた状態で施工するじゃないですか。でスポンジなどを使って洗い流します。でその時に水が弾く部分は撥水剤や油膜が残っているんですよ。ということは乾いた状態でやってこすってでまた水をかけて落ちてないなっていう手間があるんですよ。
これがね一つめんどくさいなっていう部分ですね。水がある状態だったり液剤が水っぽいやつだったらここまだ油膜残ってるなとか撥水剤残ってるなっていうのが液剤のこの弾きで分かるんですよ。これ分からんのですよ、水かけないと。まあそんな文句ばっかり言っててもね仕方ないと思うので一回拭き上げてちょっと実際使ってみます。振ります。でも容器はほんとハイブリッドストロングと全く同じです。これもねちょっと一つ物申したい。なんで同じにしたんだっていうね。容器が一緒だったらその分型代もないからね。ということです。これがね使いやすいんだったらこれでいいんですよ。ボトルを押す。そうするとこのように液剤が出てきます。でこれが出てきた状態でまず縦でいきますね。でこれ押しながらってすごいやりづらい。でこれ見て分かる通り指1本分ぐらいの幅しかコンパウンドついてないんですよ。全体的にこのフェルトに行き渡るまでにちょっと時間がかかるっていうのがまずありますのと、このハイブリッドストロングってこの大型のヘッドで撥水剤を塗りやすいよっていうのが特徴なんですが、この部分塗れないんですよ。これがね嫌だ。水垢取りパッドとかだとこれね四角です。これだったらこの角入るんです。これどう頑張っても入らない。なんで同じにしたんだろうね。でこう押す時はちょっとここ横柔らかくなっているので横をちょっと押さないといけないんですよ。けどこの状態でこするのこすりづらいんですよ。ガラス方面には力が入んないんですよ。ってなると少なからずこういう感じになるのかな。大変だねって思う。しかもこれ当たるんですよ手が。この部分が長いから。別にね水垢取りパッドを宣伝したいとかそういうのは全然ないんですが、水垢取りパッドだとこの厚みなんですよ。そうするとこう手当たんないんですよ。いいから作業進めろよってね思いますよね。僕も思ってるんですよ。まだある、まだありますよ。これ全然まだある。もう疲れた。これ今フェルト面が真下向いてますよね。に対して絵はこう斜めになってますよね。だからこの絵のところをこう握ると力が真下っていうかこう斜めにこうかかるんですよ。こう押すのは楽けど下に圧はかけにくい。この油膜がもう落ちてるのかどうか最初から分かんないじゃないですか。これはねちょっと後で撥水剤を落とす時にしっかりちょっとお見せしたいですが、分かんねえのほんと疲れる。持ち方はこれが一番いいかもしれない。これの場合この根元を持つことでこの真下に力を加えられるんですよ。ほんと使いづらいんですよ。で一旦ここまでで洗い流します。ちょっとスポンジでちょっと今これカーシャンプーついてるやつなので泡立っています。でここで落ちてるかどうかを確認すると。落ちてそうな感じするけどやっぱりこの部分ここは落ちてないですね。この時点で言うと大体は落ちてますね。けど落ちてない部分もあります。例えばこの辺とかね。あと下の方ここね弾いてますでしょ。これはまだ油膜だったり古いコーティング剤が残っているという状況です。でこれで落ちてる部分と落ちてない部分があります。まず9割方落ちてますけど落ちてない部分ありました。1回水濡らしました。この商品は濡れた状態では使えませんってなると、そうです、もう1回ガラスを拭かないといけないんです。で乾かさないといけない。あんま言いたくないんだけどね、この作業がめんどくせえ。1回でね全て完璧に落とせるならいいですよ。誰でも簡単に。僕はもうめんどくさいのよ。はい、そしたら続いてガヤさんの車のところに来ました。こっから上はひどいね、鱗が。もうカメラでもねこんなねしっかりね鱗が映るっていうのはね結構珍しいぐらいひどいんですよ。これが落ちるかどうか、最初にね説明した通りコンパウンドスピーディーはこういった鱗落ちますよっていう記載はないので落ちなくて当たり前なんだけども、落ちるのかどうかっていうのを僕は知りたいと。この辺ですね。ボディについちゃいました。コンバウンド入っているので気をつけてください。で先ほど言った通りこういう角っちょね、ここは入らないと。ちょっと疲れてきたなっていうぐらいこすりました。でやっぱり押しづらいっていうのはあります。ちょっとこの部分洗い流してみてみます。
で油膜はまあ落ちてそうな感じしますね。こっちに比べて分かります？水がとどまってる感じありますよね。油膜は落ちてるけど鱗はどうなんじゃい。はい、もうちょっとね乾かないと分からんのですよ。パッと見ないように見えますね。はい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 。お、落ちるじゃん。わかります？この辺落ちてますね。この落ち具合を見ると中心部一番圧がかかったところだと思うんですよね。ここは落ちていますけど、やっぱこの周りっていうのは力が加わりにくい部分なんですよね。なのでこういった上の端の方とか横の方っていうのは落ちていないと。けどすごいわ、頑固なんですよ本当にこれ。けど結構綺麗に落ちています。ちょっとこっちの方、ちょっと水垢取りパッドを使ってみますか。わかりますかね、この部分乾いています。そしたらちょっと水をかけてこれでこすっていきます。で今は油膜がちょっとあるような状態。やっぱこっちの方がね今くっついてるじゃないですか。全体的に面で圧をかけられる。同じ力加減でもない、こっちの方がもうほんと添えるだけでこすっていけるけど、コンパウンドスピーディーの方は結構ギュッてやりながらじゃないと当たってる感じがしない。だから同じキーロードでもこすってる回数は多分こっちの方が多くなってくるんじゃないのかなっていう感じですね。さっきはね結構手パンパンになったんですよ、コンパウンドスピーディーの時は。今日まだ全然大丈夫なんですが、一旦この辺でやめておきます。これ浸水状態になっているので油膜はあらかた落ちています。で鱗はどうなんじゃいっていうところ。はい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 。全体的に7割8割減って感じかな。この辺まだポツポツ残ってますけど、さっきのコンパウンドスピーディーと違うところはこの辺もしっかり全体的に薄くなっている。これもう少しやればもっと綺麗になると思います。これがガラス全体ですね。コンパウンドスピーディーの方もここは落ちていますけど、この上ここ落ちきってないです。しっかり上から下やったはずなのに、この辺の範囲ですね落ちてるの。水垢取りパッドの方は全体的にうっすらまだ残ってます。ここまでは綺麗になってないんですが、全体的に薄まっている。労力で言うとまだまだ全然こっちよりは疲れていないので、もう少しやってあげればこれぐらいの状態を全体的にできるかなといった感じですね。といってもコンパウンドスピーディーの方は鱗を落とせますっていう記載はないですけど、コンパウンドスピーディーの方もね鱗は落とせますと。そしたら撥水剤を施工している車はちょっと用意します。はい、そしたらこちらがカインズの撥水剤を施工してある車になります。一回水かけます。めちゃめちゃ弾いてます。素晴らしい。これ298円だっけな。優秀すぎるっていうのは置いといて、この撥水剤を今からコンパウンドスピーディーと水垢取りパッドで落としていきます。タイムアタックにしますか。そうしましょう。よし、そしたら水垢取りパッドからいきます。でタイムアタックといってもざっくりとした感じでいきますよ。ちょっとガラス面をちょっと濡らしてこすっていきます。ストップウォッチスタート。はい、こういった感じで弾きますね。これは撥水剤がまだ施工されているからなんですよ。これが弾かなくなるまで、この状態になるまでこすっていきます。そしたら一回洗い流します。そうするとここも弾いてないです。ちょっと上若干甘いなっていう部分があります。今日もこの辺ぐらいだね。よいしょ。こんな感じです。で今のタイムが4分50秒ですね。ガラス半分です。まだ落としてないところと比べると一目瞭然ですね。だから水垢取りパッドは濡れた状態で使えるので、まだちょっと落ちてないなっていう部分はまたこのままこすれる。コンパウンドスピーディーの方は一回拭き上げないといけないっていう手間があります。水垢取りパッドの宣伝みたいになっちゃうけど、水垢取りパッドは逆に使い捨てに近い感じなので、ちょっとコスパがもしかしたら悪いかもしれないけど、僕はまた使うってなった時に買えばいいかなって感じ
逆にこの使い捨てっぽいところが楽だなと僕は思ってます。はい、そしたらガラス面が乾いたのでこちらコンパウンドスピーディーの方使っていきます。あ、危ね、タイムアタックしてんだった。ストップウォッチスタートで、もうちょっと塗っちゃったんですが、塗ってもうこの弾きが見られないじゃないですか。これが僕の言ってる分かりづらいっていう部分。ここら辺で確認しとくか。4分で今1回流します。なんか落ちてそうな気がした。これで落ちてたら早いよね。けど疲れる。そこは変わりない。ちょっとなんか泡っ気があるね。あれ、ちょっと待って、落ちきってない？この辺落ちてないじゃん。この端の方追加でやったところは落ちてますが、止まっていい。完全に撥水剤だったり油膜が落ちていればこの水が張り付くような感じになるんですが、あれれれれ、これまだ残ってるっちゅうことですか。なんか弾いてる感じあるね。これなんか簡易撥水剤みたいな入ってないよね。だってこの辺結構一生懸命やったところは落ちてるんですが、なぜそうなる？今ちょっとねタオルで拭いてみたんですが、分かりますかね。タオルだと水が少量しかつかないのですごい分かりやすいんですが、この拭いた時に縁はすごいクリアに見えるじゃないですか。これは多分撥水剤とか落ちて弾きがないからこういう風に見えるんですよね。今日この中央付近っていうのはすごいまばらな感じで、ちょっと弾きがある感じなんですよね。これ落ちてないですよね。ちなみにこっちが水垢取りパッドですね。いきます。そうするとこう全体的にこうクリアに見えますね。この辺ちょっと甘いかなといった感じ。完全ではないなとは思うんですが、こっちの方がコンパウンドスピーディーに比べて全体的にクリアに見えないですか。まず水垢取りパッドで、こっちコンパウンドスピーディー。この辺は良さそうだけど中央部分はまだまだだなって感じですね。なるほどね。惑わされるところだった。なんでこうなってるのかわからないんですが、もしかしたら1回目水かけた時に落ちてるな、端の方だけ落ちてないなってなったのは僕の憶測ですが、それちょっと浸水になりやすい何かが混ざってるのかな。成分的に浸水っぽくする何かが入っているんだとしたら、時間が経ってしっかり落ちた時にやっぱ落ちてませんでしたっていうパターンなのかどうなのかって感じですね。そこら辺はねちょっとわからないです。そしたら右側にコンパウンドスピーディーちょっと一回塗ってみますっていうのも、もしかしたらこのコンパウンドスピーディーに若干撥水剤みたいなのが入ってる可能性もゼロではないとは思うんですが、これを一回全体的に塗ってちょっとまた水はじきがあるようだったら、その油膜とか撥水剤も落として簡易撥水剤みたいなのが施工できる仕様なのかもしれない。こするっていうよりかはもうほんとざっくり塗っていくような感じ。そしたらこれちょっと水で洗い流して水の弾き感がちょっと出るのかどうか。これで出なかったらコンパウンドスピーディーの方はちゃんと落とせてなかったんだなっていう判断にしたいな。どちらかというともうベタってなってる感じですね。一回ちょっと拭いてもう一回水かけてみます。ちょっと今浸水状態みたいな感じじゃないですか。落ちてるなと思った矢先こんな感じです。後から追加でやったこの部分っていうのはまだ若干保たれてますが、ここもちょっともう怪しいねって感じです。そうなるとほぼ落とせてないですね。っていうのも広い面だから結構ね力入れづらいし、本当やりにくさっていうのがすごいあったので、そういった面も見てって感じなのかな。拭いた時にもやはり違いが出ますね。やっぱりまだ残ってる感じだと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちらクリンビューのコンパウンドスピーディーという油膜とガラスの撥水剤を落とすものを使ってみました。使ってみた感想で言うと使いづらいっ
っていうのは力を入れづらいだったり、あとはその端の方がちょっとやりづらい。あと一番は乾いたところで施工するんだけども、その時に水弾きがどれぐらい落ちてるのかがわからない。で一回水で流した後にまた確認して、また乾いた状態で施工しないといけないっていう手間がすごい多い。ちなみに最後ちょっと落ちてないなと思ったところあったじゃないですか。あれも最初は落ちてるなと思った理由っていうのが、この液剤がやっぱりね水に馴染みやすい液剤らしいんですよね。だからちょっと拭いたりしないと分かりづらかったりするみたいです。で落とすならもっとゴシゴシねやんないといけないみたい。水垢トリパッドと使い比べてみたんですが、やっぱちょっと落ちてないなっていう感じ。最後の感じを見ると2割程度しか落ちてない。鱗はね落ちてたんですよ。けどやっぱり力が加わりにくいのか、端の方が落ちてなかったっていう感じでした。ちょっとね酷評みたいな感じになっちゃったんですが、使ってみた実際リアルな感想になります。僕は水垢トリパッドの方が全然使いやすい。だから改良に行きたいって感じですかね。やっぱ他のプロスタッフとかと比べるとまだまだなのかなっていう感じ。このねハイブリッドストロングと同じ容器に入れてしまったのが失敗ではないのかなといった感じです。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。